はい、こんにちは。さあ、今日はですね、新たなメーカーのカセットデッキ登場ということで、はい、僕が触ったのも初めてですね。はい、アイワでございます。はい、アイワの今回は XKS7000。はい、年代で言うと1991年とか2年かな。はい、アイワのデッキ、ついに登場ということで、アイワって、数々ね、いわゆる変態デッキと言われる、機種をですね、作っていたという、ブランドでもありますので、アイワのデッキご存知の方だったらね、わかるかと思うんですけども、はい。で、今回のね、XKS7000 にも、他のメーカーには、ついてない、見かけない、機能がね、ついてたりするので、これもね、なんかちょっと変態な部分ありますけどね。ということで、今回はこの XKS7000 で、アイワのデッキ、写真では見たことあるけど、実物で見るのは難しいかもしれませんけども、動画で初めて見るっていう方もね、きっといらっしゃるかと思うので、今回の動画で、アイワのデッキってどんなデッキなんだろうっていうことをね、ちょっと、知ってもらえたらなと思って、今回ね、お送りしたいと思います。では、スタート。さあ、デッキの前面から見ていきましょう。ちなみになんですが、これご存知の方ね、きっといらっしゃると思うんですけども、アイワって、ソニーの傘下企業だったんですよね。そんなこともあって、ちょっとね、ソニーのデッキの外観を思い出しながら、ちょっとお話ししていきたいと思います。年代がこれ1991年とか92年なんで、ソニーで言ったら ESJ かな ?ESJ の世代ですね。はい。で、それと比べると、もうだいぶごついですよね。アイワって、パーッと、こう、機種ね、見てみたんですが、ごついものが多いですよね。はい。ソニーのがちょっと、スタイリッシュというか、で、はい、見ていきますと、まずですね、これ、アイワのロゴです。はい。これ、一世代前の XK009 とか007は、エクセリアっていうブランドですよね。エクセリアっていうバッジがね、ここについてるんですけど、で、これ7000なんですけども、1個下に5000。で、1個上に9000がいるわけなんですけども、いわゆるアイワのフルサイズの最終世代のデッキですよね。はですね、このアイワの、バッジがついてるということです。はい。ちなみに昔のアイワは全部アイワってこう大文字のアルファベットでしたよね。はい。そして、これ順番に見ていきますか。ここのデッキ、ここに書いてあるんですけども、この最終世代のアイワはですね、ドルビー S を搭載してます。はい。ESJ もね、搭載してますよね。同じ世代の ESJ もドルビー S 積んでますね。はい。で、ここにヘッドホン端子ですね。ヘッドホンジャック。はい。で、そしてメカ、ここですね。メカは、左配置なんですけど、アイワのデッキって、全部左配置ですよね。ダブルデッキは、あれ、ちょっと置いといて、こういうシングルのカセットデッキはみんな左の配置ですよね。センターメカは、ないですよね。で、カセットホルダーのリートになんかこういろいろ、はい、このなんかバッジとかいろいろ書いてありますけども、この、なんだこれ。スーパー AMTS。これはですね、アイワの、スタビライザーの名称です。はい。この後ね、ちょっとお見せしたいと思うんですけども、そんな機構がついていまして、で、はい、ここですね、XK7000 と。で、この下にですね、ちっちゃく英語で、どんなヘッドを積んでるだとか、3ヘッドだとか、いろいろね、書いてあるわけですけども。はい。はい。じゃあ、右側行きます。右側がメーターです。ここですね。メーターです。カウンターがね、これ表示、この数字がすごくでかくてね、見やすいですね。いいですね。そして、隣のメーターなんですけども、ここが、メーターもね、もちろんこう、幅が結構取ってあって、見やすいんですけども、ここ、ソニーと大きく違うのは、これ、スケールが違います。ソニーとスケールが違います。ドルビーマークの位置が2と4の間にあります。はい。このデッキの0が、ソニーのマイナス4と同じということですよね。はい。
ちなみにこの同じスケールのメーターを使ってる、デッキ、メーカーはですね、他にヤマハですね、ヤマハの K1X とか、あと KX1000 とか、じゃあ、メーターの下行きましょう。ここにスイッチがいっぱい並んでますね。なんかここはあれじゃないですか。なんか37に似てるような。なんか37もこのメーターの下にね、いろいろスイッチありますよね。特にノイズリダクションの切り替えだとか、あとカウンターのリセットだとか、はい。まさしくここにカウンターのリセットボタンとかがついてます。はい。で、メモリストップの機能とかですね。で、MPX がここなんですよね。MPX がここ。はい。そして、この4つのボタンがドルビーの、切り替えですね。ノイズリダクションの切り替えです。はい。ここにも書いてありますけども、ドルビー S を搭載してます。はい。でもちろん B と C を搭載してるんで、B、C、S とね、3種類使えます。で、ここでポイントなんですけども、ノイズリダクションを使わないときはですね、このボタンを押すんですけども、オフじゃなくてスルーって書いてありますよね。はい。これですね、このデッキ、ノイズリダクションを使わないときは、ノイズリダクションの回路を通さずに直接信号を流すっていうね、そういう切り替えの機構がね、ついてます。はい。なんで、それで、音質の劣化をね、最小限にしようということが、なされてるんでしょうね。はい。こういう機構はね、他のデッキでもありますよね。37だったら2代目の 37ES が、あれですよね。これドルビーのスルーですよね。あと他にも、ビクターも確かありましたよね。ビクターも確かドルビーのスルー機能ついてますね。他にもいろいろあると思います。はい。じゃあ右行きましょう。右行きましょう。ピークホールドの固定ですね。これを押すと、ずーっと最大値をメーターに表示しておく。37でいうマニュアルのピークホールドかな。あれと同じ機能ですね。はい。で、隣、ディスプレイの消灯ですね。これはもう、おなじみかな。はい。そして、隣にあるこの2つのスイッチ。これは、このデッキのちょっと特有な装備になるんですけども、後で紹介するんですけども、デジタル信号をこのままこのデッキに、入れることができるということで、その関係のスイッチになります。で、今はこれアナログ入力になってるんですけど、デジタルに入力するときは、こうして、切り替えるそうです。はい。じゃあ、下行きましょう。ここは操作ボタンですね。これもなんかあれですよね。ちょっと、なんとなくソニーに似てるっていうか。はい。で、もうお気づきかと思うんですけども、録音ボタンが2つありますよね。これ。で、レックと B レックっていうのがあるんですけども、この B レックってやつが、アイワで有名な機能ですよね。はい。レックっていうのは普通の録音なんですけども、この B レック、生テープ、ね、一度も録音していないテープを、録音するときにですね、消去ヘッドを、全く使わずに録音するっていうね、ちょっと特殊な、録音のモードです。はい。はい、そして、前面はこれで、あとここだけかな。はい。録音レベルの、つまみですね。同軸で、外側と内側で左右をこう別々に調整するタイプですね。はい。そして、このデッキはキャリブレーションついてます。ここがオンオフスイッチで、これをオンにするとキャリブレーションモードになります。で、バイアスと録音感度を調整するという、普通の、キャリブレーションですね。で、ただ、この上位の9000になると、ここに、録音イコライザーの切り替えがつくそうなんですね。ソニーみたいにロー、ノーマル、ハイと3段階で切り替えできるスイッチがね、ここにつくそうなんですけども、はい。7000はね、なんか省略されていて、ちょっと差別化されてるようですね。ここ、ちょっと不自然にこう、ポカーンとここスペースが空いてるんですけど、9000になるとここに、もう一個つまみがつくということですね。はい。では、デッキの後ろ側をちょっと見てみたいと思います。じゃあ、ちょっとデッキを回転させますね。めちゃくちゃ重たいです。ちょっと紹介しましょうか。
実はですね、これ、デッキの、底に、木の板がね、ついてるんですよ、これ。ちょっと、見えますかね、こんな感じで。重たい。重量これ 11.8 キロです。ちなみに XKS9000 になると14キロになるそうです。14キロって、めちゃくちゃ重たいですよね。はい。この 11.8 キロでも相当重たいですけどね。よっこいしょ。はい。はい。これが XKS7000 の後ろ側です。はい。もう、これでしょう。これ。はい。電源がですね、これトランスなんですけど、もう見ての通り、はい、ツイントランスです。ツイントランスのデッキってね、他のメーカーにも、何台かね、ありますよね。K1XW だとか、あとは37の ES2 も、ツインですよね。あと他にもあると思うんですけどね。はい。このアイワのデッキの場合はですね、これ書いてあるんですけども、ちょっと見えるかな、よいしょ。はい。デジタルとオーディオって書いてあるんですけども、これ、先ほども言いましたけど、デジタル入力、ここについてるんですけどね、ここにデジタル入力があるんですけども、デジタル入力があるってことは、DA コンバータを積んでます。で、そのための電源が、専用でね、こう分けられてるということで、はい。で、もう一個の方が普通の、アナログのアンプの電源を供給するというね、デジタルとアナログで、別系統の電源をね、こう与えられてるという、そんな形になってます。はい。で、ここがデジタルの入力で、これなんだろう。これ DA コンバーターですね。DA コンバーターのスイッチでオンオフできるそうです。ちょっとデジタルオーディオの使い方はあまりよくわかんないんですけども、はい。で、アナログの入出力は、1系統ずつということで、CD ダイレクトの端子はありません。で、この端子のすぐ上にね、名板があるんですけども、これ、消費電力 30W って書いてありますけども、これ、アイワ岩手株式会社って書いてあります。アイワ岩手株式会社って書いてあります。なんかあれですかね、なんか地方で支社みたいな、JR みたいに地方ごとにこう支社があるっていう感じなのかな、ちょっとよくわかんないんですけども、はい。さあ、恒例の電源コードチェックなんですけども、これは、1991って書いてあります。はい。よいしょ。やっぱり重心が、やっぱ下に、こういう木の板がついてると、やっぱ重心がかなり下なんで、こう、どっしりとした感じですね。K7ES とは全然この重さの感じ方が違います。ビクターも確かあれですよね。木の板がこの下についてる機種ありますよね。はい。さあ、続きましてはメカの部分です。メカの部分にもですね、ちょっと面白いところがありますので、ちょっと紹介していきましょう。はい。まずはですね、このデッキ、パワーローディングです。電動オープンということで、じゃあまずはカセットホルダー開けてみましょう。はい、開きました。じゃあちょっとリットを外してみますね。リットがですね、はい。こういう風になってるんですけども、リットがね、結構でかいんですよ。でかいですね。こんなんです。ほら。ちょうどですね、222ESJ から部品取りしてあった、リットがありましたんで、これとちょっと比較してみましょうか。はい。全然もう全然サイズが違います。はい。横幅がこんな感じで、で、高さがもうこんな感じで、もう全然もう、はい、でかい。でかいです。はい、じゃあちょっとリットをここに置いておきましょう。はい、で、これがスタビライザーです。これがスタビライザーです。で、このスタビライザーはですね、閉めると、こういう風になってるんですけども、カセットを入れるとですね、さらにここから、こう機構が動いて、さらにこうカセットの本体を強く押し付けるように、なるんですね。はい。じゃあちょっとカセットね、ちょっと入れてみましょう。で、ちょっとですね、これ、僕もちょっとびっくりしたんですけども、ちょっと面白い機能がついてますんで、ちょっと見ててください。よく見ててくださいね。入れますよ。
はい、実はこのデッキはですね、このカセットホルダーに、このカセットを入れたかどうかを、こう、検知する、ちっちゃなスイッチがね、ここについてるんですよ。で、これがですね、カセットを入れて、押されると、自動的に閉まるっていうね。なんともね、不思議な感覚です。はい。ね、こうやって開けて、ね、出して、で、こんな風に。で、たるみ取り機構もね、ちゃんとついてますんで、で、たるみ取りしてる時に、このカタッ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 ってね、動作音がしますけど、たるみ取りして、そのテープの位置が、ずれないように、ちょっと送ってちょっと戻すっていう動作を、やってるっていうね、そういった動きになってます。はい。で、ちょっと脱線しましたけども、このスタビライザーの動きですね。はい。カセットを入れると、わかりましたかね。こうさらにこうギュッと、このスタビライザーがカセットを押し付けてる、様子ちょっと見えましたかね。ちょっとねこうやって手でねこうやってカセットをねちょっと揺さぶろうとしてもねもうビクッともしないですね。もう相当強い力でね押さえつけてます。はい。ちなみにここでちょっと小ネタなんですけども、さっきですね、カセットホルダーを開けるときに、このイジェクトボタンじゃなくて巻き戻しボタンを押していたことに気づきましたか？はい。今これねテープが入ってるんで、巻き戻しをしたら当然巻き戻しモードになるんですけども、これは親切なのかそれともねおせっかいなのかわからないんですが、入ってない状態で操作ボタンを押すと普通は何も起こらないんですがこのデッキは開くんですよね。どうぞお入れくださいと言ってるのか、ね、テープが入ってねえよっていう風に言ってるのか、ちょっとデッキの感情はわかんないですけども、はい。そんな感じで、はい。テープが入っていないと、カセットホルダーが開いて、テープが入ってないってことをちょっとね、アピールしてくるっていう、そんな感じになってますね。今思い出したのがですね、これ。ちょっと白飛びして見にくいんですが、これ爪がないテープ。録音プロテクトがされているカセットテープですね。これ、これを入れます。で、録音ボタン押すと、はい。出てきます。出てきます。VHS デッキなんかがそうですよね。普通はね、何も、ね、録音モードにならないんですけどもわざわざこうテープを出してくれるっていうね。はい。カセットにこれは、でも、確かに録音できませんって、こう、はっきりアピールしてくるから、ね、爪が折れてるんだってすぐわかるんですけどね。皆さんいかがでしょう？はい、メカの部分、最後はですね、ヘッド周りです。ヘッド周りです。ちょっと電源を切ってですね、これね、スタビライザーがあるんで見えにくいんですよね。ちょっとごめんなさい。スタビライザーがあるので、ヘッドが見えにくいんですけども、このアイワのデッキのアモルファスヘッド、名称はピュアアモルファスヘッドですね。ピュアアモって言えば、大体、どうだろう、こうカセットデッキ好きな人だったら、ね、わかるかと思うんですけども、はい、このピュアアモ。で、このピュアアモヘッドなんですけども、この X ケース7000に搭載されているヘッドはですね、これ、6N 鋼、6N 鋼の、導線を、コイルに使ってるそうなんですけども、はい。で、どっかで聞いたんですけども、ピュアアモって、なんか減りやすいっていう話がね、どっかで聞いたんですけども、これって本当なんですかね。確かに今回のね、デッキも、ちょっと肉眼でもね、摩耗による段差がね、ちょっと見えるんですね。はい。ピュアモーヘッドについてちょっと詳しい情報を知ってる方いましたら、ぜひ、コメント欄に書き込んでください。教えていただけると嬉しいです。はい。
そして、まあ、デュアル、クローズドデュプリア、デュアルキャプスタンということで、ピンチローラーはね、ちょっと今回、メンテナンスで、変えました。なんとかね、寸法が合うやつを探して取り付けました。はい。あと、特徴的なところはですね、ここかな、ここの、シール、バイアスシールドヘッドブロックってね、英語で書いてありますけど、これですね。まあ、ノイズ対策でしょうね。なんかこの辺はあれかな、なんかちょっとビクターにもなんか似てるような気がしますね。ビクターもなんかちょっとこのヘッド周りがちょっとごつい感じがしますよね。ちょっと不格好ですけども、まあ、こういう形にしておきまして、今回のためにちょっと買いました。あ、そうそうだ。はい。光ケーブル通して録音するの、僕初めてです。あ、入りましたね。これで B レックのモードに入ってるのかな。ちょっとじゃあ、